皆さんこんにちは。パイ最高。今日はね、タイトル見てもらったら分かる通り、チェーンに給油しても無意味ですよっていうその理由をお伝えしたいと思います。このネタはですね、もう炎上必須のネタで、特にプロの方がね、アンディにアンチコメントで噛みついてくるんじゃないかなと、もうやる前から予想しております。そのぐらい、センシティブっていうわけじゃないんだけど、結構考えの違う人が多くいるっていうのを、分かった上でね、説明していきたいと思います。元 S ブログの方にも詳細なことは文字で書いてあるので、もし興味ある方はね、そっちも見ていただくと自分のペースで読めて、内容も理解もさらに深まるんじゃないかなと思いますので、リンク貼っときますんで、ぜひアクセスもしてみてください。ということで早速いきましょう。今回のタイトルはね、チェーンに給油が無意味な理由、チェーンシコ文化の崩壊ということで、アンディとしてはもうチェーンメンテナンスしなくていいですで、前々から結構声を大にして言ってます。で、このチェーンメンテナンスっていうのは主にチェーンルブを吹きかける、白いチェーンルブを吹いてね、チェーンに油を差すっていうことを主に意味してます。チェーン調整っていうのはね、ちょっと必要な時期も当然あるので、そういうのもひっくるめてチェーンメンテはね、いるっちゃいるんですけど、特に潤滑のための給油はいらないよということをこれから順番に説明していきます。多くの方がまず間違えてるんですけど、まずね、チェーンオイルをなぜ刺すのか。チェーンの潤滑を良くして抵抗を減らすんだって思ってる人がほぼ 100%。 チェーンに油を塗ってでリアタイヤをシュッて回すとさーって回って、お、なんか抵抗減った、やったやったやったってなってるのは実は大きな勘違いだったっていうお話です。正しくはチェーンメンテは何でやるかっていう目的は、シール保護のためプレートを防整する、チェーン自体を防整することがチェーンメンテナンスの目的なんです。あくまで潤滑させて抵抗を減らしてさらさら回す、小さな力でリアホイールを回すっていうことが目的ではないということをまず最初に頭に入れておいてください。そうするとこの時点で「は、何言ってんのこいつ、バカじゃねえの、チェーンは油さしてなんぼなんだよ、アホじゃねえの」っておそらく 95% ぐらいの方がね思ったと思います。そう思った方はぜひこの先もね、聞いて楽しんでいってください。そもそもね、ビッグバイクに関してはシールチェーンというものを全部使ってます。ほぼ 400cc より上の排気量はよっぽど特殊な場合を除いて全部シールチェーンというものを使ってます。で、シールチェーンってそもそも何なのっていうことをまずおさらいしないと言ってる意味が分からなくなっちゃうので、まず説明しますけども、チェーンっていうのはね、可動部品の構成体でできてます。で、その稼働する部品は一体どこなんだっていうと、2つの部品があって、ピンとブッシュに潤滑グリスがもう封入されてます。で、封入されてるんですけど、どうやって封入しているかっていうと、ゴム製のシールによって潤滑グリスが外に漏れ出ない構造を持ったチェーンのことをシールチェーンっていうふうに言います。もう皆さんがね、すでにオートバイを納車しましたとか、新しくチェーンを交換してもらいましたっていう時には、すでに製造された段階からもうグリスがね、あらかじめ入ってます。その入ったグリスが漏れ出ないようにゴム製のシールを使っているチェーンのことをシールチェーンっていうふうに言います。シールチェーンはグリスが漏れ出ないことは分かったと。ふむふむ、そうなんだねと。じゃあ逆にね、グリスを継ぎ足すとか入れ替えるとかっていうこともできません。これもまた大事なポイントですね。例えば普通に考えてもらったら分かると思うんですけど、エンジンオイルって当然エンジンの中に入ってますよね。通常であればエンジンの中からオイルが漏れ出るってことはないじゃないですか。何かトラブルがあったり穴が開いたりするとダーダーに漏れてきちゃうんだけど、基本は漏れてこないですよね。それはいろんな各部ところにシール構造がなされているから当然漏れてこないんですけど、じゃあそのエンジンにバーって水かけて、その水はエンジンの中に入りますかってことなんですよ。これ皆さんも当たり前に分かりますよね。雨の中走って雨がエンジンの中に入るわけないですよね。シール構造をしたエンジンの内部に給油口以外から水が入ってたらもうとんでもないことになっちゃうじゃないですか。だからエンジンもシール構造になってるんです。で、外からの雨もしくは洗車の水、エンジンの中には絶対入りません。で、同じようにシールチェーンも外からの水、外からの油は中のグリスが入った空間には入らないようになってるんです。いいですか？これもまた大事なポイントですね。
ちょっとねここで絵心ないなりに頑張って書きました、構成部品をねちょっと説明したいと思います。これドライブチェーンを真上真下から見た構造図と、これはねピンとブッシュをそれぞれ個別に描き出した絵になります。まずねこっちからちょっと見てほしいんですけど、なんとなくわかると思います。これがね見えてるのがローラーっていうものになります。でこのローラーの下側に見えないんだけどブッシュっていうものがあります。そのブッシュって何なのっていうと、言ってみればね筒です。ただの筒。こういう筒の中に、ピンっていうものが入るんですけど、この筒がありますよ。その筒の、保護チューブみたいな感じでローラーっていうのがあると。で外プレートと内プレート、これは目に見えてるんで分かりやすいと思います。外プレートと内プレートの間に今ここの青い薄い色で書いてあるところにシールって呼ばれるゴムの部品が入ってます。この部品があることでブッシュの中に入っているグリスが外に漏れ出ない、また外の水がブッシュの中に入っていかない、中は潤滑グリスだけの状態にキープしてくれる部品がこのシールって呼ばれる部品になります。じゃあそのシールはねどんなところになってるのってちょっとこれね正直分かりにくいんですよ。実際オートバイ見れば分かるっちゃ分かるんですけど、これがね内プレートです。内プレートと内プレートにそれぞれブッシュが軽圧入されてます。軽圧入というか普通に圧入されてます。この筒の中にグリスがたっぷり入っているよっていう状態で、このままだと当然グリスが外に漏れ出てきてしまうんで蓋をすると。その蓋の役目をするのがこの外プレートの内側の面になります。この外プレートの内側と内プレートの外側をキュッとゴムで挟んであげることでブッシュの中にあるグリスが外に漏れ出ない、また外のものが中に入らないっていうことで、このブッシュとピンをしっかり守ってくれるよという構造になってます。なので、このねブッシュっていうのはローラーの内側にいるので基本的には見にくい、ほぼ見えないです。実際にローラーね少し左右方向にガタがあるので、寄せれば見えるっちゃ見えるんですけど、なかなかちょっと普段では見にくいところにこのブッシュっていうのが入ってます。このブッシュの中にブッシュの径よりも細いピンっていうのがね通っていて、このピンは外から見ることができます。これですね。ちょっとね頭が丸のものをそれぞれ四角形になるような感じでちょっと潰したものがここにあって、これも圧入されてます。なんでピンは外プレートと一体、圧入されてるんで一体で動きます。ブッシュは内プレートと圧入されて動いてます。でこのブッシュの中にピンが入る。そのままだとピンとブッシュが金属同士が擦れてしまうのを防ぐためにエンジンオイルと同じ役割でこのピンとブッシュを潤滑させるために中に特殊なグリスが入っていると。このグリスを漏れ出ないようにゴムのシール部品がある構造を持ったものをシールチェーンというふうに呼んでます。でモトクロスとか小排気量のオートバイとか産業用チェーンっていうのはこのシールがないチェーンっていうのもたくさん存在します。オートバイ業界ではそのシールがないチェーンのことをノンシールチェーンって言ったりします。例えば NSR50 とか、小さい排気量のオートバイだと高性能ノンシールチェーンなんていうのも今でも世の中に普通に存在してますが、ビッグバイク MotoGP8 体マシン、基本的に 400cc を超える排気量のオートバイは全てこのシールチェーンというふうになってます。で、ちょっとねこの断面見てもらうと分かると思うんですけど、ピンが一番長い部品になります。ピンが大外から大外まで出てて、このピンを囲うようにブッシュ、この青い部分ですね、実際にはほぼ見えませんがちょっと見えるように隙間描いてやってますけども、ブッシュがあって、そのブッシュをぐるっと一周回すようにブッシュの保護的な感じでここにローラーがあると。で普段見えてるのはこのローラーが見えてますよと、こんな構造になってます。ポイントはね、ピンと内プレートが圧入されてますよ。ごめんなさいブッシュと内プレートが圧入されてますよ。ピンと外プレートが圧入されてますよ。なんでここはそれぞれがっちり固まってるんで動きませんよと。でここにこのピンがねブスッと刺さることでこういうふうに自由に屈曲運動ができるような構造になっています。この構造が分かると次に潤滑が必要な部品っていうのが分かってきますよね。大体説明しましたけどピン、それからブッシュ、
この2つです。もうこの2つが特に大事で、ピンっていうのは屈曲の軸ですね。ここの実際の力を加えていくための軸で、ブッシュっていうのは軸受けになります。軸を受けて潤滑するというこの2つの構造があることで、チェーンがこうくにくにとね折れ曲がっていくという感じになります。でここの部品が形を変えることで、ドライブチェーンには最大引っ張りの力で3トンの張力がかかります。3トンの力でドライブチェーンを引きちぎろうとする力ですね。エンジンのドライブスプロケットが回して、後ろのリアホイールが加速させられる時に最大3トンの力が出てきます。その3トンをこのピンとブッシュで受けてるわけです。当然グリスがなければその力っていうのは金属と金属が直接擦れることになるのですぐ摩耗してしまうんですね。そうさせないためにエンジンオイルと同じ目的で潤滑させるっていうことが必要になります。その潤滑させるグリスはもうすでに入っているということで、この2つの部品が滑りながら最大張力3トンの力を順番に伝達していってますよということになります。でチェーンが1回転すると、ピンとブッシュっていうのは4回揚動することになります。どういうことかっていうと、こっちがドライブスプロケットで前に進む側ですね。最初にチェーンがほぼまっすぐな状態から、くにって1回曲げられますよね。で曲げられた後また元に戻す。これで2回動きました。次にリアホイールのドライブスプロケットのスプロケットに噛み込む時にもう一回曲げられて、これがまたまっすぐに元に戻すということで、1234合計4回の屈曲運動がありますよということで、チェーンが1回転する間に4回も屈曲運動するんで、もう当然潤滑してなければチェーンはすぐに摩耗してすぐ切れちゃうよということになっていきます。じゃあね、このチェーンメンテナンス今まで皆さんやってきたと思うんですけど、潤滑させなきゃいけないって思ってきた人、もうここまでで大体分かってきましたよね。どれだけチェーンルブ、どれだけエンジンオイル、油を差したところで、この本来潤滑が必要なピンとブッシュには届けられないんですよ。雨も入らなければ油も入っていきません。なぜなら当然出てこないからね。だから潤滑させようと思って一生懸命油吹いてたのは全然間違いだったっていうことが、ここで分かりますよね。でここまでで特にバイク屋さんのプロの人はそれでも多分納得できないと思います。いやいやいやローラー動くんじゃねえのとか、潤滑はそこだけじゃねえだろう、スプロケットとの環合もあるんだろうって多分思った人はまだちゃんと知ってる人かなと思います。その方はねブログでそのなぜいらないかっていうのも詳細に説明してるので、今回の動画で話すとちょっと長くなりすぎるので割愛しますが、もしこの時点でそう思った人はちょっとねブログの方にぜひ飛んでください。錆を防ぐには防水油やった方がいいよ。で油かけた方がいいよ。だけど異物とかゴミを噛み込みを防止しようと思ったら脱脂しなきゃいけないんですよ。これもう完全に矛盾してますよね。